皆さんこんばんは、小林美里です。今日もご視聴いただきありがとうございます。今日これを撮っている日は2025年の1月21日です。この日は私がこのチャンネルで YouTube 投稿を始めてから1周年の日です。まずはいつも見てくれてる皆様、そして、直接歌の指導、音楽の指導をしてくれてる皆様、スクールでお世話になっている皆様、支えてくれている家族や応援の言葉をかけてくれてる皆様、本当にありがとうございます。1年間 YouTube を続けられたっていうことがまず嬉しいです。投稿頻度とか回数というか規則はバラバラなんですけど、まず今年の、今日もねこうやって続けて出すことができて、それが自分にとっては一番嬉しいし、すごいなって思います。続けることっていうのが私は一番このねやっていく上で大切だと思ってて、中身のね質とか結果とかもあるけど、まず続けるっていうことが本当に本当に強調 しすぎてもしすぎることはないくらい大切なことだと思うから、まずは続けられたことを自分にもね感謝したいなって思います。去年1年間は、自分の YouTube の方針もあって、編集をなるべく少なくっていうのと、上手くなっていく過程を見せるっていうことでこういう感じで、投稿してきた、取って出しみたいな感じで練習風景とか喋ってるのを投稿してきたんですけど、今年2年目はもうちょっとそのバラエティに富んだというか、そこまではいかないかもしれないけど、もうちょっとこの本当に楽しんでもらえるようなものも出せたらなとは思ってます。とはいえその歌と、私のこのね喋ってることとか、この私の生き様自体でこの楽しんでほしい、元気になってほしい、誰かの涙を救えたらいいなって思ってるから、その一つ一つの動画をこう面白くっていうことではなく、長編ドキュメンタリーみたいな感じではいるつもりなので、そんなに大きくこの盛り上がるような編集にっていうことはやらないかもしれないんですけど、でもそのやっぱやるからにはというか、そういう動画もあってもいいなっていうふうに思うんですよ。それで、もし楽しんでくれる人がいるならその方がいいわけだから、そういうこともやってみようかなって思ってる2年目です。具体的には、チャンネル登録してくれてるアカウントが1000個超えるっていう、1000人1000個、うん、超えて収益化をしたいと思ってます。そうすることで自分がこうやって、自分の思ってることを話したり、歌ったり、楽器の練習したり、ダンスしたり、そのミュージカルにかける時間も増やせると思うから、今年は収益化っていうのを目標にしています。去年もそうだし、今もそうなんですけど、登録者数っていうのは正直あんまり目標にはしてないんですよ。だけど、だけどそれでも、人が見てくれてるって考えたら
そのより多くの人に喜んでもらえたらその方がいいと思うから、それも今年はやってみるぞっていう、ちょっと目指してみるぞっていう、そういう気持ちでもあります。このね YouTube を始めたきっかけは、自分が出たその通ってるミュージックスクール主催のライブで、その納得のいくものをやることができなかったから、自分を変えなきゃと思って始めたことでした。まず自分の歌ってる声聞くの嫌だし自分で聞かせたい、歌でその心震わせてほしいって思ってるけど、でも自分の声をそう思えないからボーカルスクール行ってるっていう始まり方なので、自分の声をこうやって録音したりして自分で聞くのあんまり嫌だ、気が進まないことだったんですよ。それもやってましたよ、去年ボイスメモにとって。でもボイスメモに取るだけじゃダメで、そのずっと口が開かないっていうこと、口を大きく開けてっていうことを、言われ続けてたから、そんな初歩的なことが私って1年経ってもできないんだと思って、なのでこの耳だけのフィードバックじゃなくて、表情とか口の開き方も自分で確認できるようにっていうことで、この映像で残すっていう YouTube を手段として撮りました。で去年の目標は、2024年の目標は表情筋っていうことで1年間やってきました。でその1年後が今日ということなんですけども、分かりにくいかもしれないけど、こうやってって自然な顔になった時に見える歯の本数が特に最近すごい増えたと思うし、まずこうやってここに鏡あるんですけど、前を向いた時に特に本当にこの数日とか歯が自然に見えるのが大きな変化だなって思います。とか、あと、夜ね小さい声で歌ったりする時に口が結構縦に、 J-POP の歌とかでも縦に開くようになってきたし、その唇の開き方とかも丸い感じで開くから、だんだん口とかこの顔の筋肉も使えるようになってきたんだなっていうのを感じてます。どこまで話したっけそういうこともあって、まずね、ここに引っ越して来れたことも本当に幸運なことだし、こうやって今このね、何も経験のない私を拾ってくれて仕事をさせてくれてる皆さんもそうですし、その夢をねバカにせずに応援してくれてるみんなもそうですし、一緒にミュージカル楽しんでくれる友達もそうですし、何よりねこうやって毎日ありがとうって思えるような一日一日をくれた和也くんと小野健人くんとテニミュとテニスの王子様、新テニスの王子様、2.5 次元ミュージカル音楽、本当にありがとうございます。去年2024年は、YouTube とは関係なく音楽と仲良くなれた1年だったかなって思います。それはギターとピアノを触り始めたっていう、どっちも初めてではないんですけど、本当に自分の曲弾けるようになりたくてその楽器を始めたっていうことだったり、ここにね引っ越してきてこの YouTube をやったおかげなんですけど、自分で作詞作曲をするっていうことを始めたり、その作曲する上で自分でも
このアレンジっていうか編曲の方までしたいから、コードをこう知りたいなと思ってコードの勉強もこなんて言うんだろう、広く浅く、広くもないか、浅く、こういうのがあるんだみたいな感じで、その今までは全く自分にはできないと思ってたし、何のこと言ってんだろうって思ってたこととかをこう楽しいって思ってやれたのが去年の大きな進歩だったなって思います。自分は何かを勉強するってことにちょっと抵抗があるんですよ。何かを、勉強というか、勉強はいいかもしれないけど、何かを知るっていうことにちょっと抵抗があった中で、この音楽のことはこう知っても、そのなんて言うんだろう、魅力が減らないことが分かって、そのもっと知っていいんだって思って、この素直にね楽しみながら向き合えたっていうのが、今までと全く違うし、1年目の歌を始める、続ける、楽しむっていうところと、2年目の大きな違いかなって思います。音楽自体と仲良くなれた、距離が近くなれたっていうことが思います。歌を始めた、日付と YouTube を始めた日付が若干2ヶ月ぐらい違うので、詳しく言うとちょっとまだ違くなっちゃうんですけど、そういう2年目でした。今も2年目なんですけどね。3年目は本音を言うと、福岡で路上ライブしたい。3月で12月にミュージカル出たい。その今ね、私は目標を立てる、目標を設定する、その決めてはいるから、私って決めてはいるけど設定はしてないっていうか、決めたところにはもう道は通じてるものだから、そのそれ以外の決まってるところと今とその間の目標っていうのが、一個もない状態なんですよ。その間の目標を設定するっていうのが、今その、自分でも設定した方が進みやすいよなと思うし、やっぱ自分をこう導いてくれるというか、いや頑張りなって言ってくれる人にとっても、やっぱ設定があった方が、それならこうした方がいいよとか言いやすいだと思うんですよ。だけど、それが見つからないというか、決める以外のその置くっていうことが、よくわかんないなとかって、思ってるところではあるんですね。いろいろ考えてはいるけど、そのミュージカルで小野健人君と、ミュージカルでとは決めてないけど、小野健人君とステージで歌うっていうことを、その目に見える目標として決めていて、だから目的はもうちょっとその抽象的なんですけど、目標はそれって決めてて、で、そこに行くまでの手段っていうか、そこまでの時間の過ごし方っていうのは、いくらでもあると思うんですよ。例えばそのシンガーソングライターみたいな感じで、そのアコギを弾いて自分で曲作って歌唱力を磨いて、そういうミュージカルとかのにもこう出るようになってでもいいし、ミュージカルは出てないけど、そっちのシンガーソングライター本業になって、それでどういうわけか、そのケント君と一緒に歌うっていうのでもありえるし、だし、その別にアコギとかやんないで本当にもうミュージカル舞台一本って感じで、そういう発声方法で歌だけやってその舞台でっていうのもあるし、
まあもちろんというか、もちろんじゃなくて、それを選ばなかったとしても、何かしらのおかげでその目標は叶うと思うんですよ。そうやっていろんな道がある中で、去年はそのアコギっていうものに手を出したわけなんですよ。だし、自分で曲作ったから、それ弾けたらいいよね、弾くの一番簡単なのってギターなんじゃないみたいな、ギターか自分でパソコンでコード打つかみたいな考えてやったことではあるんですよ。で自分で曲作るのもいいし、そっちを拡大しようとももちろん今よりは拡大しようとも思うんだけど、やっぱり私が出たいのは、歌いたいのはミュージカルなんですよっていうのを最近すごく思って、去年の下半期はミュージカル多分一回も見てないんですよ。他の自分はまず見るんじゃなくて出る側になる、出る側だし、出るために必要なことにお金を使うし、これからのためにその基盤となるものを作るっていうか整える期間にしたかったから、ミュージカルのチケット代にお金を出さなかったんですよ。つまりミュージカルから、ちょっと遠ざかってたんですよ。しかもやってることが、アコギとかだったから遠ざかってたけど、やっぱりミュージカル見たくてしょうがないし、自分が目指してるのはそこだし、自分が心動かされたのはテニミュなんですよ。だからどの道進んでもいいなって思うわけ。ここの目標に行くまでに、シンガーソングライターでもいいし、なんかわかんないけどアイドルとかでもいいし、なんか違う歌ではないけど声を使う仕事とかやってもいいし、普通のなんていうの、オフィスワーカーみたいなやりながら必要な能力が磨かれてってでもいいし、どんな道のりでもいいんですけど、でもやっぱり私はミュージカルで歌いたいんだなっていうのをすごく感じてます。レ・ミゼラブルもね行きたいし、それで出たい舞台が、3つあるんですよ。ワールドトリガーザステージと白鸚記とジョジョミュ出たいって今思ってて、あとテニミュか出たいと思ってて、どれくらい無理かっていうの分からないんですよ。もしね事務所とかに入ってたり、もうすでにそういうオーディションとか受けてたら、何歳までしか申し込めないよとか、こういう経歴を積んだ人しかその役にはなれないよとか、そういうの分かるかもしれないんですけど、分からないんですよ私は。それはいいことだと思うんですよ、自分にとって。まだ決まってないことだから、私がなれる可能性があるからっていうことは、私がなれる可能性があるならなれるってことなんですよ。なので確かにそう言ってる自分の気持ちは確かなんだけど、でも固くもある。だって今の時点で何かの舞台に出てるわけじゃないからね。だけどできない理由は、いくらでも探せる。できない理由は多分 2,3 個思いつくんですよ、多分自分で。いやだって頭でかいしなみたいな、普
通の女の子より頭でかいしスタイル良くないからなとか、今の時点でこの音域しか出ないのにその役っていけんのかなとか、いけないだろみたいなこととか、その経験が足りないのに、2年後例えばワールドトリガーあるとして、そこで出れるのかとか、そういうふうにそのできない理由っていうのはその、見つけ何個か思いつくんですよ。でもできない理由ってせいぜい一つのことに対してあっても 2,3 個なんですよ。でも出れる理由っていっぱいあるし、いっぱいあるっていうか、まだ出れないと決まったわけじゃないっていうところだけでもう出れるんですよ、私は。なのでそういう気持ちとかを確認しつつ、歌も作るけど、それはその歌う場所がないなら自分で歌える曲を私が歌う場所を作るんだっていう気持ちでまずやってることであって、私が本当に目指してるのはステージ、ミュージカルの舞台で歌うことだから、そのやりたいこととかね、こうやって歌とか音楽に触れて楽しくなってきたからこそ、いろいろ作曲もやりたいなとか DTM も使えるようになりたいなとか、アコギもピアノもダンスとかってあるけど、そうやって、いろんなね可能性がこう明るくなってきたからこそ、でも私が本当にやりたいのは、目指すのは、集中するのはミュージカルで歌うことなんだっていうことを確認して進んでいきたいなって思います。で、その急がなくていいってことは、ほんとつい最近自分の中で腑に落ちた、1個というか2個目標期限切れになったものがあって、その決めた期間内には叶わなかったんだけど、ただそれだけでまだ別に目標を延長して追っていいし、その急がなきゃと思ったけど、よく考えたら急がないといけない理由ってなかったなっていうことに最近気づいて、そうなんだみたいな。なんか2年以内って思ってたけど、別に2年以内に急いで叶える理由、叶った方がいいんだけど、なんかそれ以上の早いに越したことがないっていう以外の理由はなかったわみたいなこととか思ったりしてるんですよ。で、言うだけただだから言うと、今年の12月にはミュージカル出たい出たい出てたいし、できると思ってるならできると思う。てかそれを目標に決めてもいいかもしれない。だけどとかっていいんだわ。その本当に叶えたいなら、それに一番たくさんの時間をかけるべきなんですよ。だけど今私は事実上そうしてはいないわけ。直接その体を使う仕事とか声を使う仕事を今してないわけ。他のことにその8時間割いてるわけ、労働で。でもそれは多分自分に必要な過程なんだとここ23日で思ってる。だから本当は借金してでもお金前借りしてでも人に借りてでも、その自分がその音楽とか歌とかその学校に通うとか集中すればいいと思ってる
だってそうしたそうしたいほどの夢なんだから。だけどそうしないのはおかしいじゃん、普通に考えて。だから何してんだろうって思ってもいたんだけど、やっていく中で、いやこれ多分今私はここにいた方が後の自分にとっていいんだなっていうことを見つけていて、例えば、マーケティングの考え方とかもそのまだ触りたてなんだけど、それをこうやって必要に駆られてやる経験が時期があるから、ミュージカルって帝劇とか宝塚だったら別かもしれないけど、なんて言うんだろう、もっとこうたくさんの人を取り込む必要のある業界ではあると思うんですよ。敷居が高いと思われてたり、実際高かったりするし、そういうところでもその自分が集客できたりすれば、自分の、人気でね、私とかそういう出演してる人を目当てにチケットを取る人たくさんいてっていうのが確かに一番理想だし、そういうなんて言うんだろう、エンターテインメントの分野ではそれがなんていうか一番考えつきやすい方法ではあると思うんだけど、それ以外に自分がここで何か学んだことがあれば、なんて言うんだろう、ネームバリューがないけど中身がすごくいい人たちが出てる舞台とかにも人を呼べるかもしれないし、そしたら自分も出れる機会も、ミュージカルできる機会もたくさん増えるわけだし、それで出会って私みたいに人生救われたって思う人もとの接点も増やせるかもしれないから、これも学んできっと良かったなって思うだろうし、私はミュージカル出たいとは言ってるけど、演じるってことにへの興味は、今のところ全くないと言ってもいい。歌いたいっていうか、私が影響を受けたのミュージカルだったから、ミュージカル出たいって言ってるわけで、演劇をやりたいっていうわけじゃないんですよ。なので演じるっていうことについて何も、知らないし、あんまり取っかかりがない状態だけど、多分この経験があるから、じゃあ自分と全く別の時代のところに生きたこの人の気持ちで「はいやってね」みたいなことになった時に、いろんな経験が生きると思うから。だからこうやって会社員みたいなことやった経験とかも、例えば会社員の本当にこういう役をやることがあれば本当にそれがリアルに活かせると思うし、そうじゃなくても経験が増えるっていうことは、いいことだと思うんですよ。参考にできるものとか、なんて言うんだろう、増やせるからさ、関連することとか自分ごとにできることを増やせると思うから、何もただ歌と演技が上手なだけでっていうか上手なだけで舞台出る人間になりましたっていうのはもちろん素晴らしいんだけど、でもこういう普通の生活をしたから、みんなね、舞台出てる人たち苦労とかしてるから、アルバイトとかして、でそういう、したくてしてる経験じゃないかもしれないけど、そういうのが役に立ってる人が、たくさんいることは承知の上で、でも私も演技っていう手法が自分の体の中に今の時点ないわけで、
そういう中でそのできることとしてはそのまた違うこの会社員的な生活を経験するっていうのはとてもプラスになることだなって思ってるし、あとはセールスコピーライティングみたいなところもその、これからのことと考えるとそのより深くこれから先演じるってこととか歌詞をこう発するっていうことを捉えられるそういう機会になってるなって思います。ちょっとちょっとなんていうかうーんちょっとなんかケイトみたいなそういう感じのねちょっとモコモコした言い方なんだけどだしそこでね出会う人とかその出会った先でも出会った人が持ってる考え方とかやっぱここにこの経験を一旦得なさいねっていうことで今を過ごしてると思うんですよ。そうやってあんたは今これやりなさいってそのそれがあなたにとって今後のあなたにとっていいことだからやりなさいって言われてるような気がして、でそのなんで関係ないことしてるんだろうとも言えるけどだからこそこれを経験できることが本当に自分にとってありがたいことなんだ、いいことなんだ、神様が用意してくれたことなんだと思って過ごせるようになってきました。あと一個なんかさっきあって言おうとしたものあったんだけどなんだっけ、なんだっけなんだっけ忘れた忘れちゃった。なんかさっきこの動画撮る前に一本話したんだけど暗くなっちゃったから撮り直してでどっちで言ったのか分かんなくなっちゃったんだけど、でも表情筋の話もしたからいいか。うーんそうですね。ここにね引っ越してきたのも本当に良かったと思う。最近その一緒に住んでること長く喋る機会があって、なんでここにいるのってなんでここに住んでるのっていうこととか、その音楽好きなのっていう話とかして、そのここにも本当に音楽が好きでだからここを選んで住んでるんだっていうことが分かって、なんかそういう人と出会えてよかったなって思えたりするよね。今年ね、そう希望的な目標っていうか希望的なビジョンと、いや実際どうなんだろうっていうその地続きのままのビジョンというか予測と、あるわけなんですよ。でもそうね、大切なことはすでに知ってる。だからシンプルにこうやってね、こ
迷うというか、こう内側にこうやってこうぐるぐるってなることって、この夢決めてからあんまりなかったことなんですけど、それって自分から、悩んでるけど人の目気にして悩んでることでもあったりするから、いや自分は違うと思うんですって思えば、違いますって言っていいなとも思うし、いや私はこれでいけると決まってるんで、そういう考え方をしてるんでって本当に自分で言い切れるなら、やっぱそれ言っていいと思うし、そう言える強さがあるなら本当にそうだと思うし。そうですね、来月ようやくミュージカル、本当に半年ぶりぐらいかな、6月から行ってないから、789101112半年以上ぶりにミュージカル見れるし、テネミュー見れる。7月に行ってるわ、ドリライで。でも半年ぶりにミュージカル見れるから本当に嬉しい。まあね、やることが散らばってるような気もするし、それ決めうんそれを、なんていうか、中途半端って思う考え方もあるかもしれないし、実際そうなのかも、そうあるかもしれないしっていうか、中途半端っていうのもそれも一個の事実なのかもしれないけど、その中でも私の意思は変わらないし、もう決まってるし決めてるし、少しずつ変化してるから、その自分を何よりも信じていきたいですね。ちょっとね、ちょっと暗いけど目標を決めないといけない、目標を決めた目標以外の、それ以外の目標を置かないといけないと今、都合の上で思ってるから、それがあんまりこう、なんていうか、見えなくて迷ってなってるけど、やっぱりせっかくこれだけ悩んで向き合って手に入れた目標、なんて言うんだろう、軽やかに毎日過ごして楽しく感謝して生きていけるっていう、そういうマインドセットを私はもらったわけだから、それで生きたいし、それでいけるんだよっていうことを示したいというか、自分が実現したいって思う。そんな、なんて言うんだろう、頑張ることではないし、楽しくやってりゃ叶うっていうか、決めたことだからさ、頑張らなきゃっていうことじゃないから、そういう自分の根拠なき自信を信じていきたいね。2025年ね、もうテニメに出会ってからは年数で言えば3年だけど、歌を始めてからは丸2年と3年目っていうことで、3年ぐらい経つと変化が現れてきたり、私は割と人よりプラス4年で効果が現れるという自分なりの、この経験則がありまして、
なので、これからかなって思うんですよね。3年目3年目、4年目ぐらいに効果出れば同じだなと思うし、そうだ、多分これから言おうとしたの。そのテニミュー、私が歌を始めるって、ケント君と歌うって決める、本当に決意する2ヶ月ぐらい前が今から2年前の1月なんですけど、その時に2023年の1年後の理想、つまり2024年になってたい姿っていうのを書いてスケジュール帳のね表紙にしてたんですよ。そこに書いてたことが今月ね叶ってるんですよ。ちょっと今はないかな、写真後であるんですけど、真ん中には私もテニミュ俳優っていうモットーを書いて、その右下に書いたことが今叶ってるんですよ。左上に書いたことは歌始めた時に1個叶ってて、あとはぼちぼちって感じなんですけど、その表の右下に書いたことっていうのは、職業に関することなんですけど、その歌をやるとはその時思ってなかったから、歌とは、全く違うことを書いてたんですね。だけどそこで決めたことが、1年遅れてるけど今本当に叶ってるんですよ。びっくりした。書いたことそのまんまやんと思って。しかも自分が思ってるよりもありがたい境遇というか、デザイン触るのも好きだし、言葉考えるのも好きだし、でもデザインで行きたいなと思ってたけど、どっちも必要な仕事っていうのを今やらせてもらってるから、こんなにぴったりなことあるんだと思って、しかも私子供に関するという育児に関するっていうのかな、それはちょっと違うけど、なんかことにちょっと気持ちとして接近したいというか、そういうその気持ちを知りたい、心の準備をしたいみたいな感じなんだけど、と思っててたのも、それとはまた別であって、目標とかとは全然別にあって、それもなんとなくね、そういう職業ってわけじゃないけど、そういうのとも接点があるような内容を今させてもらってたりして、その紙に書いた時はそれも一回塗り替えられてるんですよ。歌を始めたから。だけどそこの紙に書いたこともこうやって丸々叶ってるんだって思うと、それは1年は遅かったけど、でも1年遅いぐらいで2年後にはもう叶ってるんだって思ったら、結構意外と夢叶うのってすぐなんだなっていうのを思うんですよ。これ結構すごいことだと思うね。すごいと思う。2年でその書いたことをやれてはいるけど、到達してるかっていうのはまた別だから、それはそれでまた違うんだけど、でも書いたその希望のその仕事っていうか領域のことはできてて、そうやって一つ一つ本当に叶ってくんだっていうのを思いますね。しかもその時はそれを、実現できればいいなと思って勉強してたけど、私舞台に立つって決めてからはそれに関する、勉強とかは
多分本当に一切知ってないかな、自分でちょっとフォトショップいられ触ったぐらいで、何かそういったもののポートフォリオを作るとかは全くやってないし、もうその夢って、終わったことになってたっていうか、どうでもよくなってたっていうか、そんなこと決めてたのも忘れてたっていう感じなんですけど、それでもこうやって叶うんだって思うと、なんか不思議だなっても思うし、そのパッてもうどうでもいいっていうか、もう忘れたっていう、手放したものがなんかこうやってなんかいつの間にか叶ってたりするんだって思うと不思議だなとも思うし、でもそんなもんかとも思うから、なんかあえてこうギュッて握りしめないでもむしろいいのかなとかって思ったりする。楽しみたい、やっぱりせっかく生きてるからには本当に感動する。だってこうやって見えるさ壁とかもさ、生きてるから見れるわけじゃん。こんなの、こんなものがあるんだって思うじゃん。そういうことにいちいち感動したいし、やっぱ空見て綺麗だなって思って過ごしたいし、毎日朝起きて今日も起きれてよかったって、今日も目が覚めて生きててよかったって思いたいし、みんなありがとうって、みんなもありがとうって思って生きたいし、それで十分なんだし、自分がこう辛くなる必要ってどこにもないからさ、まずもう自分はやりたいこと叶ってるし、この人生でその上で2つ目のっていうことでもあるし、生きてるだけで本当に本当にすごいこと、生きてるだけでこうやってね目が見えたりすることで、こんなになんかいろんなもの見れて、車とか生きてなかったら多分見れてないと思うんですよ。車とか建物とか、そういう道路とか光とか、それって本当にその自分が作ったものでもないしさ、しかもそれなのにそれを生きてるだけで見れるって本当にすごいことだなって思うんですよ。映画とかお金払って見るけどさ、そういうのだって、そういうこともあるけど、そもそも生きてるだけでそういうなんかの世界を見れてるわけ。めっちゃすごいと思うの本当に。自分では作り出す、きっと自分一人だけ生きてたら作り出せないものなのにさ、それでこの星じゃなかったら多分見れないものなのに、そういうのが見れるって、やっぱそれだけでとんでもない得をしてるというか、なんかいいのかなっていうか、すごい与えられてるじゃん最初から。すごいなって思うからさ、それで十分じゃん。そういう気持ちも思い出したいよね。ね、だから、目標も決めたいことがあれば決めて、逆に数字にできない目標は決めなくてもいいのかもしれない。そうやってなんか心狭くなっちゃうんだったら、数字にできることだけを目標と決めて、それ以外のことはこだわらないで、いろんな周りを見ていいんだよっていう風にしてもいいのかもしれない。そんな風に思ってます。要するに今の時点であんまりね明確じゃないんですよ。その何年の何月何日にこの舞台にこういうシチュエーションでこういう気持ちでこの役でとか、何年何月の何曜日の何時からの公演でここの会場でこういうライトのところでこういう内容でこういうライブをやるとかっていう中間目標とかがないんですよ。
ないけど、それが今の私、2025年の1月25日の私。いいと思う。それでしょうがないし。そんな感じかな。今日はね YouTube1 年っていう日についての動画だから、そんなところにしたくて、こうやってちょっとずつ口がね開くようになってきたことで、こっちのやっぱ喉のこう開き方っていうか、ちょっと違うような気がするんですよ。男性の J-POP のね、 J-POP って言わないか、そしたら JO1 の曲とか歌ってる時、ボートビーワイルドとか歌ってる時に、あれなんか今までと違うかもって思うような声の出方がする時があるんですよ。それは口が動くようになったからなのかなっていうのを、自分では思ってたりして、少しずつだけど確実に体変化してるから。だってもう歯の噛み合わせが変わってるわけだから、何かしら体は変わってるわけで、ここも顎も今までここが動かなかったんですよ、右側、こっち側が。だけどここも動くようになったら、こうやって口が縦に動きやすくなったし、それだけでも今までとは、去年とは全然違うと、去年っていうか2024年の1月の私とは違うと思う。そうやって、ちっちゃい変化かもしれないけど、ちょっとずつ変わってるっていうことを大切に、自分だけ大切に、周りの人はもっと私に言ってよくて、もっとこうした方がいいよってで言われながら、自分はこれはできるようになったぞって、これはこうやって教えてもらったことは今できないから、じゃあこれだけはこの1年でやれるようになろうって思って、そうやって楽しんで進んでいけたらいいなって思う。何より楽しく、それが一番大切。自分で楽しくとか思ってるのに、結局こう目標までの月に達成できなかったらダメだった、何がダメだったんだろう、できることはやったのにって思って、こうできなかったっていうこと、できなかったってことは今までの過ごし方が間違ってたっていう風にこう考えちゃって、じゃあ何ならいいんだろうってなって、こうどんどんやれることがちっちゃくなってっちゃう、制限されちゃうから、別にそういう考え方はこれからしなくてもいいから、とにかく楽しんでほしい。なんか去年は毎日決まった時間に音楽室行ってっていうことを決めてたけど、なんかそれをやめてもいいかなって思って最近やってない。その24時間音楽をやってるっていう意識っていうか無意識で入れたら一番よくて、やりますっていう時だけやるみたいな感じじゃなくて、別にそこに入らなくても、このね普通の部屋にいる時でもそうやって考えて過ごせるようになってるんだから、あんまりそこでこうガチってならなくてもいいんじゃないかなっていうことを思ったりしてます。まあね、最初は基本の0から1、0なのかマイナス1なのかマイナス10ぐらいのスタートなのか、それすらもわからないけど、最初に時間かかるのは、しょうがないっていう自分の取扱説明書があるから、心の中ではそこに実は納得いってない
ぽいんだけど、それは、そういうものかもしれないっていうところがあるから、それを、いくらでも思い出して、その帳尻は合うわけだから、じゃあ今年は、口こうやって、去年1年間でこれくらい動くようになったなら、じゃあ今年はこっちがこういう風に使えるようになろうとかいうのを、自分なりに楽しんでいけたらいいなって思うし、1年後ねこれを見てましたら見ないような気がするんだけど見ないような気がするんだけど、1年後見てたらなんて言ってほしいかな。そうね、1年経ってまだあんまり変化してなくてもういいからいいから、でもね、実はここが変わったんだよっていうことを教えてほしいかな。なんか、いや本当は去年の時点でこういうこと言ってたけど、いやそれも違くて本当はこうだったんだよって、こういう風に実は顎って動くんだよとか、いやこここうしたらこういう風にちょっと出るようになってきたんだよねとか、もうちょっとでつかめそうなんだよねやっとみたいな、そういうことを教えてほしいなって思うどうなってるんだろう、どうなってるんだろうとか言って、あんまり見た目は実は去年と変わってなかったりするけど、でも続けられたことが嬉しいな本当に大きい夢なのにね、大きい夢なのにこうやって楽しめてるのはすごく偉大なことだと思うね。そうね急ぎすぎなのかどうかがねわからないんだよね。いやできなくてもしょうがないじゃんとか、いやもっと長期的に考えなよとか、そういう感じのこと言ってくれても、いやでもできる人もいるやんって思うから、わざわざできない方には合わせない、目標を合わせなくていいしさって思ってだし、今年叶えていいわけだからさ、叶わない証拠はないしさ、今年は無理ですよっていう証拠は一つもないわけじゃん。でも貴重な経験をさせてもらってるから、この経験を経たからこそ得れるものがあるし、この経験を得た方が、後々のためにいいよって言ってこの経験させてくれてることだと思うから、私やっぱりいざとなったら自分はタイミングは選べるし、タイミングはいつだってぴったり、全てはベストタイミングなんだから、あんまりこう難しくというか、固く考えないでほしい。固く考えようとしてるからこういうこと言うんだけど、固く考えないでほしい。過ごし方としては今までと同じでいいし、ただその目標に対する、目標ないわけじゃないんだからさ、私は目標に対する反省の仕方ができなかったっていう時に、その生活の仕方全てを私は否定しようとするじゃん。この半年の時間の使い方とかが違かったんだって、そういうレベルで反省しようとするじゃん。でも多分そうじゃなくて、時間の使い方は良くてむしろ過剰で、その中でやってることのもっと細かいところの反省をしろってことなんだよね。だからフィードバックというか
が雑というか大味っていうところが去年の学びかもしれない。それごと否定しなくてもっていうか、否定することが間違ってて、やってることは良くて、やってる方針とか時間の使い方は良くて、だけどその中でこの1回1回1秒録音したごとのこの修正っていうのをきっちりやれよっていう、今どうなのっていう、それを1秒1秒やれよっていうこと、そこの反省の仕方というか、こうやって動画撮ってるくせにそのフィードバックするのがなんていうか、なんていうか緩かったなっていうことが分かったことです。しかし1時間結局超えちゃったんだけど、しかし去年はとにかくこの環境を変えて、この音楽歌にかける時間を拡大するっていうことと習慣にするっていうことを、自分に課した大きな、なんて言うんだろう、約束というかチャレンジとしたわけで、それができて、その上で反省して、だからそこに対しては自分が決めた歌う練習量をそもそも増やすぞっていう1年目から2年目の反省に対しての反省を去年はしてたわけだから、時間の使い方がどうだったっていう、日常生活の中でこれだけ時間をかけたけどそれはどうだったのかとか、そういう反省の仕方になることは確かに去年の自分にとっては正しいことだった。自分が設定した仮説に対してこの練習量を毎日2時間にしたらどうするのか。今までは行ける日にカラオケ行くっていうやり方だったけど、1日2時間毎日1日2時間っていうやり方にしたらどうなるのかっていう仮説にしたらできるんじゃないかっていう仮説に対しての結果が出て、いやそれでダメだったらしいっていう、そういう考え方だから、フォーカスするところは確かにそのお題とこの検証が合ってて、そういう意味では良かったのかもしれない。その上でそこの段階で検証しても無意味というか、その段階には問題がなくて、なんていうんだ、そこに因果関係はありませんでしたということが分かったから、ということは使ってる時間のかけ方はいいから、その中で行うことの精度をもっときっちり一回一回をこだわってっていうか、なんて言うんだろう、そこをカチッと毎回チェックしていこうねっていう、もっと小さなことをフィードバックして修正して繰り返していこうねっていう、それができてれば自分の目標は達成できたのかもしれないなっていうことが今仮説としてあるわけだから、で今年はそれをやっていけばいい。練習量はその2時間じゃむしろ多すぎた説っていうのがあって、多すぎることはないだろうって気持ちでは言いたいんだけど、多すぎた説があるので、時間にはこだわらない、もしくはむしろ30分にして、その代わり今日はこの母音の口の形を一回一回、本当に一回一回チェックして、1秒1秒チェックして、違かった、これって鏡見てるのに違うってダメじゃないとか、これしかやろうと決めてないのにそれができてないのダメじゃないみたいな感じで、こうやって確認しながら一回一回やっていく、細かくっていうのを今年は
やれたらちゃんとその目標を達成できるんじゃないかなって思うとも思う。まあそれもでも去年もそれは別にやってたつもり、まあ、つもりな程度ではあるんだけど、まあ、ノートに書いてやってたから、それでも確かにできなかったから、まあ、まだやっぱりコツがわからないというか、体のどこの部分を言ってるんだかわからないっていうのあるけど、にしても、いやもっと精度をこう気にしてこだわってやることってできたよなって、まあ、終わってみて、まあ、冷静に自分の非があったところを思ってみたらあるから、そこを今年は注目しようかなと思います。うん。これからの YouTube の方針は決めてないんですけど、簡単なことだけをやろうと思ってます。できることだけ、できることからできることだけ、サムネをつけるとかサムネをつけるとか、タイトル、東海オンエア好きだから東海オンエアを参考にしたくなっちゃうんだけど、あれまたあれだからな。まあでももし数字を目標にするんだったら、その真似できるセオリーがあるはずだから、何かな、タグか、その概要欄に関連リンクを貼るか、そのタイトル、せっかく言葉とか使うの好きならタイトルを検索引っかかりやすいようになんか変えてみるか、サムネを、作るというほどまではいかなくていいけど、サムネを設定するとかね。設定すらしてないからね、何本か以外は私とか、そういうめちゃめちゃちっちゃいこと、あとはチャンネルの名前をチャンネル登録お願いしますに変えるとか、そっちの自分のいつもの YouTube アカウントでコメント、他のねチャンネルとかにコメントするようにするとかわかんないけど、動画の中身はとか編集スタイルはこう変えなくて、気に入ってるし変えなくていい、あんまり変えようとしなくていいから、それならそれ以外のところでその設定で勝つっていうかをやってもいいんじゃないかなって思います。だけどそれ以外のことはこう思いつきそうなんだけど、誰に需要があるんだろうみたいな、そういうことばっかり考えるので、それってやった方がやるとか迷うというか、形になってないから、しばらくはこれまでと同じような取って出しみたいな感じの動画とか、こうやってペラペラ喋ってる動画とかが続くかもしれないんだけど、何かしらこう明るい方向に、こう面白い方向にチャレンジする動画も増やしていきたいと思うし、収益化っていうのを2025年は達成します。はい、そんなところですかね。本当に、特にというか、最近またさらに関わる人も増えて、迷惑をかけてる人もいっぱいいるんですけど、本当にありがとうございます。何よりね、本当にこうやってミュージカルを最近しばらくね見に行ってないわけだけど、こんなに自分がこう一先進という感じで決めてこう人生を過ごせるというのは、本当にありがたい、有意義だし、ありがたいし幸せだなと思ってます。そういうこんな人生を作り出すぐらいのやっぱりインパクトと衝撃と
このエネルギーみたいなものをくれた新テニスの王子様のミュージカルレボライ、小野健人くんのパフォーマンス歌、山田健人くんの歌、高橋龍也くんの歌、本当にありがとうございます。本当にすごいと思う。人一人の人生をこうやって立て直してくれるというか、本当に真っ暗だった中で希望が見えるって、本当に安心したというのかな、本当に救われたし、救われたどころか、そこからこんなに楽しく素晴らしい毎日を続けることができているのは本当に皆さんのおかげなので、ありがとうと言いたい、伝えたい。それを行動で、こういう生き方で示したいと思ってます。1時ぐらいになっちゃったかな、時間がわからないじゃあちょっとだけ本読んで寝ます。今年も YouTube1 年間よろしくお願いします。また喋りたいことがあったら、さすがにこんなに長くはならない程度で喋りたいと思います。では皆さんも今年1年間も去年よりさらに笑顔で過ごせる時間が増えますように。冬をお過ごしの方は暖かく笑顔で過ごせますように。いつもありがとうございます。今日も聞いてくれてありがとうございました。